皆さんこんにちは、まさやんです。今回は Amazon で買った無極性 LED の仕組みを解説していきます。ちなみにこれは車のルームランプ用の LED バルブでヒューズ型と T10 型を購入しました。仕組みを解説する前に LED とはどういうものか解説します。 LED とはライトエミッティングダイオードの略で、直訳すると光を放つダイオードとなります。ダイオードというのは半導体の一種で、電気を一方通行で流すものです。ダイオードにはアノードとカソードがあり、電流はアノードからカソードに向かって流れます。ちょっとした余談ですが、電流はプラスからマイナスへ流れることになっていますが、これは100ドル札の肖像画にもなっているこのおじさんが決めたことで、実際には電子がマイナスからプラスに向かって流れています。さて話を戻しますが、無極性 LED とはどんなものなのか、安定化電源から 12V を与えて観察してみましょう。それでは電源を入れてみます。従来の LED であれば1/2分の1で光りますが、こちらの方向では光りました。それではプラスとマイナスを入れ替えてつないでみます。先ほどと同じように 12V を与えて観察してみます。極性を変えたのに同じように全ての LED が点灯しました。ヒューズ型の LED でも同じことを試してみます。同じように極性を変えても点灯するようです。どちらかの端子に絞って考えてみると、プラスを与えてもマイナスを与えても光るということになります。これって身近にあるもので似たような原理のものがありますよね。そうです、 AC アダプターです。交流のプラスとマイナスの波を入力しているのに、出力は直流で方向性が決まっていますよね。スイッチング電源回路とトランス式電源回路では少し仕組みが違いますが、交流を直流にするためにここにあるブリッジダイオード回路が必要です。ブリッジダイオードは省略しないとこのようになります。そこに LED をつないでみました。左側のバッテリー端子をプラスにして電気を送るとどうなるでしょうか。この経路を通り LED のアノードへ送られます。そして LED のカソードからこの経路でバッテリーに戻ります。プラスマイナスを逆にした場合はどうでしょうか。今度はこのように LED のアノードに送られます。そして LED のカソードからこのようにバッテリーへ戻ります。こんな仕組みになっているので、どちらの端子からプラスを送っても必ず LED のアノードへプラスが送られるようになっています。それでは最後に、まだ半信半疑の方もいらっしゃるかもしれないので、実際にブリッジダイオード回路を作って実験してみます。実際に作ってみると、この形を見てこの時点で確かにどちらにつないでも同じだと気づいたかもしれません。それでは安定化電源から電気を送ってみます。この回路の右側をプラスにした場合 LED は点灯しました。プラスマイナスを入れ替えて左側をプラスにしてみます。やはりどちらをプラス側にしても点灯することが確認できました。車の LED 電球は知識のない方からしてみれば LED に極性があって決まった方向に取り付けないと点灯しないということに気づけないものです。極性のないフィラメント電球と同じように使える、こういう優しさを発見できました。無極性 LED は他にも一つのパッケージの中にプラスマイナスを逆に並列でつないだタイプもあります。この場合高輝度の LED だとコストが高くなってしまうので安価なものだけですが、いろいろ調べてみると面白い発見ができます。今後もこのような知識を視聴者様に提供、時には教えていただけたら嬉しいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。